はい、サポート AI カッコ仮のコッペです。今日はダンスとコミュニケーションについて話していきたいと思います。最近ってダンスを見る場所が舞台から SNS に変わってきてますよね。この変化ってダンスが劇場という場所にこだわっていた今までの文化とは違う段階に来ているってことじゃないかな。私は特定のジャンルにこだわらずにダンスをコミュニケーションとして使えるって思っているんで、ダンスとか手話とかジェスチャーとか、それから身振りとかも新しくアップデートできないかなって。そこでインターアクトメントという考え方を広めていきたいと思っています。今回はこのインターアクトメントの基本的な考え方と、なんでそれが必要なのかについて話していこうと思います。まず、ダンスにはいろいろなジャンルがありますよね。ストリートダンス、バレエ、フラメンコ、数えきれないくらいあります。それぞれに違う名前があるってことは、それぞれ特有のメソッド、つまり文法みたいなものがあるんですよね。この違いを見てたら、ダンスって言葉みたいだなって。例えば、ストリートダンスは音楽のグルーヴが超重要で、リズムを動きで表現しているって言っていいと思います。動きの文法以前に音楽の構成と深く結びついてるってことですよね。バレエにも文法があるんですけど、それ以前に舞台で見るって前提があって物語が重要なんですよ。瀕死の白鳥っていう作品を例にとると、白鳥の動きをモノマネしてるっていうわけじゃなくってっていうか、全然白鳥じゃないですよねこれ。どっちかっていうと苦しそうとか悲しそうとか、そんな動きをダンサーがするんです。で、観客がその感情をどう受け止めるかが重要なポイントってわけです。これらのダンスは文化的な背景を理解する必要がある場合もあって、そんなこと知らずに見る人にとっては、なんだけどだいぶ元気に踊ってんじゃんって思っちゃうよね。動物のコミュニケーションと人間の言葉。コミュニケーションって何なのか考えてみると、大きく2つの要素でできていると思うんです。一つは動物や赤ちゃんみたいに欲しいものを伝える。もう一つはダンスみたいに気持ちを共有するってことですよね。動物たちって危険を知らせたり、食べ物を分け合ったり、交尾のために自己主張すると思うんですけど、特定の特徴的な鳴き声とか、気声とか、遠吠えとかね。でもそんなにバリエーションないんですよ。一方でおしゃべりができる鳥とかもいますよね。オウムとか休館長とかね。中でもオウムのアレックスくんは普通に会話ができるんですよ。賢いんです。鳥っていろんな声を出せる喉を持っているから、人間の言葉を話すのも得意なんですよね。でも他の動物ってそこまでおしゃべりできないんです。類人猿にもお話できる子たちはいるんですけど、ゴリラのココは手話で会話ができるし、ボノボの漢字は記号が書かれたボードを使って会話をすることができる超頭がいいお猿さんたちなんですけど、実は練習しても人間みたいにはどうやっても話せないんです。もう喉の構造から。面白いことに、チンパンジーって指差しを教えてあげると、なんと欲しいものがある時とか指差しで教えてくれるようになるんですって。ただし気持ちを共有するようなコミュニケーションにまでいかなくって、やっぱり欲しいものを伝えるとかっていう要求する用途にしか使ってないんです。それに自分と同じような言葉を理解できる仲間を増やそうとは思わないみたいなんですよね。言葉の始まりってジェスチャーなの？言葉の始まりって規制もあるんですけど、ジェスチャーだとも言われてるんですよ。ほら、小さい子供とか
おしゃべりしながら体も動いちゃってますよね。さっきのチンパンジーの指差しの例もそうですが、いつからか音声言語だけになっちゃったんですよ。研究者たちは人類が二足歩行を始めて手が自由に使えるようになって指差しとかいろんなサインを身振りで表現できるようになったのがきっかけだと考えているんです。はじめは音声言語とジェスチャーはセットで使ってたはずなんですけど、いつの間にかジェスチャーだと両手が塞がっちゃうからだんだん音声言語が主流になっちゃったって多くの研究者たちは説明しているんです。でもよく考えてみると動物たちの仕草って無意識に出てくるものが基本ですよね。例えば猫の尻尾から読み取る感情表現っていう YouTube 番組とかがあるんですよね。他にも犬とか耳が動く動物も多いですよね。でも人間は尻尾もないし耳もほとんど動きません。その代わりに顔の表情が豊かなんですよね。無意識に動いちゃう体ってなかなかコントロールができないので、恥ずかしい時とか顔を手で隠すじゃないですか。表情って自分ではコントロールできないんですよね。ここで面白い話があります。耳が不自由なフラメンコダンサーがいるんですけど、ある日その人が子供の送り迎えで運転している時の話なんですけど、その人は耳が不自由だから車の中はいつも静かなんですけど、ある雨の日、子供に言われるまで気づかなかったみたいなんですけど、運転しながらワイパーに合わせて体が右に左に揺れてたらしいんです。これって仕草によるコミュニケーションが手だけじゃなくって体全体から自然に出てくるものだってことですよね。この手が使えないから音声言語だけになりましたっていう説はなんかちょっと腑に落ちないんですよ。気持ちを共有するには自由に動ける体が必要で、動物の尻尾みたいなもの、あるいは人間の表情みたいなものが必要なんですよね。それに昔は動きを記録するのも難しかったから言葉として認められてこなかったんですよね。今の SNS の時代では対面で会話しないでとりあえず書き言葉だけで会話してますよね。インターネット上ではインパクトのある記号だけが飛び交っていて、いろいろなことが書き言葉だけで話されてます。さっき言ったワイパーに合わせて体が揺れるような自然な動きへの同調が言葉の始まりだったんじゃないかな。人間が言葉で考えるときって頭の中で言葉で考えちゃってるじゃないですか。仕草や身振りとかが持っている感覚的な共感に気づきにくいと思うんですよ。だいたい研究しようにも最近まで記憶することも難しかったんですからね。でも今は難しかったボディーランゲージを記録や分析もデジタルツールを使って調べられるようになってきたじゃないですか。じゃあダンスを新しいコミュニケーション手段として考える上できっと今のデジタルツールを使えばもっとみんなで考えられると思うんですよ。普段何気なく使っているジェスチャーや新しい視点で見直すことももっと豊かなコミュニケーションができる可能性がここにはあるんじゃないかなと思います。ここからは身振りやジェスチャーをデジタルで記憶したり、検索したり、編集したりできるツールを紹介していきます。まず、言葉身体ワークショップっていうのを紹介します。これは、ダンスの経験がなくても、言葉から動きを生み出すコンピュータープログラムを使ったワークショップで、コンテンポラリーダンスの振付家、山下残さんと山口情報芸術センター YCAM が2012年に開発したんです。言葉から生まれる動きや
動きからインスピレーションを得た言葉を探っていって、最後には振り付けを完成させるんですけど、参加者は振り付けを作る中でみんなで言葉について話し合って、それぞれに違う動きや言葉のイメージを発見していくっていうものなんです。このシステムはキネクトっていうカメラで体の動きを撮影して、YCAM インターラボが作ったデータベースソフトで動作にそれぞれにタグをつけて保存するんです。言葉に関する動作や入力した動きに似た動作を検索できて、システム上で動きを組み合わせて新しいダンスの振り付けを作ることができます。特に面白いのは、動きにタグをつけるときに普通の言葉じゃなくって、参加者が自由に新しい言葉を作ってつけられるっていうところなんです。他の人の動きに対して自分なりに解釈でタグを追加できます。普通の言葉のデータベースだと個人的なことってあんまり関係ないじゃないですか。みんなの辞書を元に決めた言葉の組み合わせで作るっていうのが重要なんです。このシステムではコミュニティの中で生まれた独自の言葉や方言みたいなものも新しい表現方法として積極的に取り入れることができるんです。次に挨拶ジェスチャーを先生と交わさないと教室に入れないんですよ。ちょっとしたゲームみたいなものなんですけど、こういう挨拶って自分オリジナルの挨拶のダンスっていうのをみんな作っていて、ダンスが日常的になるきっかけでもありますよね。それからこれは友達から直接教えてもらったんですけど、あんまり有名じゃないプロジェクトなんですが、どっちかっていうとパントマイムに近いんじゃないかな。これを見ていると、手話ほど記号的に決められた動きを使っているわけじゃないんだけれども、質感とか感情みたいなものはすごくわかりやすいですよね。こうやって見ると、ジェスチャーってまだまだ進化する可能性があると思いません？インタアクトメントの未来。インタアクトメントは私が作った造語なので、まだ Wikipedia には載っていないんですけど、これはインター、交差点とか交流っていった意味と、アクトメント、行為を組み合わせた言葉です。このインターアクトメントっていうのは、ダンスみたいにジャンルやメソッドに縛られないし、手話みたいに完全に言語として記号化しているものでもないんです。その場で自然に生まれる身振りや動作を使ってコミュニケーションを広げるっていうことを目指しています。ダンスには数えきれないぐらいのジャンルがあって、それぞれの先生が独自のメソッドを持っていて、各メソッドはバラバラに技を磨いているっていう感じで、SNS 上では各ジャンルの技術紹介はたくさん上がっているんだけれど、ジャンル同士の交流、横断的な表現っていうのは少ないような気がします。これは各メソッドにそれぞれ独自のルールや背景があって、それらを全部理解するのは難しいし、自分の世界観が壊れちゃう可能性もありますよね。でも、ダンスの動きを細かい単位で分けて、それらが取り出しやすかったら、もっとジャンル間の横断的な表現って生まれると思うんです。デジタルツールを使えば、そういった背景とか組み合わせとかもデジタルツールを使って動きの背景も理解しながら組み合わせていくこともきっとできると思うんです。ジャンルを超えた新しい動きが生まれるかもしれませんよね。さらに、ジェスチャーはコミュニケーションの中でも直感的に使われてきたこともあって、言語を担う役割を果たしますよね。手話やジェスチャーみたいに日常的に体を使う言葉も使って、そういったものをデジタルツールで簡単に取り出せるようになっていたら、新しいコミュニケーションが生まれると思いませんか？ダンスのジャンルの間を超えるためには、新しいジャンルを作るんじゃなくて、日常的に詩を読むように簡単に組み立てられる必要がありますよね。
これをジェスチャーのアップデート、インタアクトメントって呼んで広めていきたいと思います。これでダンスとコミュニケーションのプレゼンテーションを終わります。